恋。スケベさんたち、勘介が勝負を受けてくれないっすよ。二人からも何とか言ってやってほしいっす。好きでやってるわけじゃありません。ザクロさんがずっと絡んでくるから。頑張って。親方様。だったら一回だけでいいっすから。そんな健介様のようなことを言われても。スケベさんみたいなのは確かに感じ悪いっすね。ま、今日のところはスケベさんに免じて勘弁してやるっす。でも次は必ず勝負っすよ。助かりました、健介様。ありがとうございます。それでは失礼します、親方様、健介様。なんでもない。行こう、健介。で、そういう隙があったら一気にぶち込みゃいいだろ。お兄ちゃんもいい考えって。んだ健介、一匹でも多く鬼をぶっ殺すためなら俺だってちったは頭使うっつの。健介、こんなところにいたの？別にそういうわけじゃないけど、何の話してたの？ぽやしゃちゃんから鬼との戦い方について教わってたんですよ。あんたたち、確か鉄砲隊でしょ？最前線で戦うその子とは役目も配置も全然違うんじゃないの？いざって時に俺たちの邪魔されても困るしな。すずみたちは遠慮なくぶっ放しちゃいますけどね、ってお姉ちゃんが。なるほどね。別に何でもないわ。作戦会議の邪魔して悪かったわね。なんだあいつ。そうですわね。この辺りはクオン様や他の棟梁の皆様にお聞きした方が良いかもしれませんわね。私もそう思います。健介隊の中であれば一党を率いた経験のあるコロさんにも相談した方が。健介、いるか？どうした？何か相談の最中だったか？同じ棟梁のクオン様なら何か良い方策をお持ちではありませんか？知らん。別に意地悪で言ったつもりではないぞ。我とてマリほどのどん底からの再興など経験したことはないからな。我の苦労とマリの苦労はまた種類が違うだろう。とはいえ、マリならうまくやるだろうさ。お前たちがついているのだからな。ありがとうございます。ひとまず力になれそうなところで力を貸していくしかないということですね。そうですわね。もどかしいですけれど。別に急ぎではないからよい。
飯が済んだら我の部屋に来てくれ。急ぎではないと言ったろう。梅、雫、これが慌てて食わんよう見張っておいてくれ。お任せくださいまし。ああ、入ってくれ、健介。何よ、いちゃ悪い？クオンとイチャイチャって思った？お前というやつは。まあいい、座れ、健介。上洛後のこと。山城については和葉がいるゆえ、特に考える必要はないな。それも和葉がうまくやるでしょ。なんたって将軍なんだし。そこは我らで支えればよい。将軍家の権威の回復にもなるだろうさ。今問題にしておるのは外ではなくてだな。連合のうちをどうするか。ああ、まずは都までの街道を整備したいな。貝の道のように広くまっすぐにして物の流れを良くしたい。あとは国内の水の流れももっと良くしたいわね。尾張もだけど、三河がその辺うまくやってるって言うじゃない？それ、光も気になる。やっぱり決まりだって思ってね。酒井。ああ、健介、お前に堺を任せたいと話しておってな。道を良くするにも包みを作るにも金がかかる。そのために堺を抑えるのが大事っていうのはわかるでしょ？な？そうね。異議なし。そういう見方ができるものだからこそ貴様に堺を任せたいんだ。それに健介、身分とか気にしないでしょ？将でも鉄砲傭兵でも関係なく接してるし。その前に多分身分分かってない。堺は上なし。身分の上下を言わんのがしきたりだ。我ら者の父とは根から異なるのは健介も見ただろう。要するに私たちが命令したところで従ったりはしないってこと。うむ。そんなものは気にしなくていい。あんた
自分で言ってるほど素直でも騙されやすいわけでもないからね。騙されやすいっていうのは。なんで私を指さすのよ。それを言うなら、あんたたちだってこの健介に丸め込まれた口じゃない。我は違うぞ。光もちゃんと自分で決めた。まあそうだな。ひとまずこの話は胸の中に置いておいてくれ。なら次は今夜の時。3人いるなら決めるのちょうどいい。あんたにしては気の利いたこと言うじゃないくん。心得ておる。当たり前だ。逃がさんぞ健介。